クーペ SUV の印象が非常に上がりました。サスペンションも動かせた。カラーシートベルトね、すごく私はお気に入りです。いや、エモいんですよ。結構真面目なメーカーじゃないかなって思うんですよね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はこちらルノーのキャプチャーが新しくなりました。もうデザイン全然変わりましたし、正直ですね、写真の内容からしてビッグマイナーと言っていいと思います。まずは気になる内外装と使い勝手ご紹介していきたいと思います。今日も最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価で応援してくれたら嬉しいです。さあ、それではフロントフェイスです。本当に顔が変わったんですけれども、なんとですね、デザイナーも変わっております。ジル・ビダルという新しい方がプジョーから来ました。というわけでですね、ちょっとテイストがね、なんかその系統が分かるような、そのフェイスになっている、新しいフェイスになっているんですけれども、今までの C シェイプは一体どこに行っちゃったんだというぐらいですね、本当に大きく変わりました。ここはすっきり分かれてくると思います。さあ、良し悪しは置いといて、すごくスタイリッシュにはなっていると思います。まずですね、このルノーのロザンジュの左右にですね、ひし形の模様が入りました。実はルノーアルカナもこのグリル部分にロザンジュの柄を持ってくるということをしてるんですけれども、このキャプチャーに関しましてはこの2色のですね褐色を分けてグリルを表現してるんですね。この部分がポリカーボネートになっています。そして点々とですね、このロザンジュがこう横に広がっていくような感じの柄になってるんですけれども、この中がボディの外反色と同じになっていて、下はですねエンボスで表現しているというような感じです。ですからロザンジュが拡張していくみたいな柄になっています。今回キャプチャーはですね電動化パワートレーンのみの展開となりました。とはいえですね EV ではなくてフルハイブリッドとマイルドハイブリッドの展開になってるんですけれども、この辺の開口部の少なさで電動化というのをすごく感じさせます。で、やっぱキャプチャーは SUV ですから、この下にですね少し黒い分量を持ってきてカジュアルさを出している、 SUV らしさを出しているというのもポイントだと思います。冒頭にも申し上げましたが C シェイプを捨てちゃいましたね。すごくキリッとしたですね瞳になってます。ここが一本のラインになっていて、ここにですねポジションランプが入ってきます。これがまたロザンジュになっていて、ロザンジュを半分で分割にして反対にしてここにつけているというようなパターンになっているんだそうです。ちょっとこれがすごいので光らせてみますね。ハイビームします。右、左、はい、ハザードです。光るとなお一層存在感を増します。ルノージャポンの方のお話によればですね、夜になると本当に存在感があって非常に綺麗だということでしたので、これねちょっと今日は昼間なんですけれども、乗られた方はですねちょっとね後ろからこうバックミラーでね見た時にすごい車来たぞみたいな感じでですね思ってもらえるんじゃないかなと思います。さあ、そして今回のデザインの特徴としてボンネットがすごく分厚くなりました。前のモデルはですねもう少しボリュームを抑えたものだったんですけれども、膨らみを持たせてすごく大きな顔っていうのを表現しています。さあ、それではサイドビューご紹介しましょう。実はですねこのボンネットの部分ですね A ピラーより前が大きく変わっていて、サイドビューリアビューに大きな変化はありません。ですから実はですね横から見るとキャプチャーなんだけど、前から見ると全然違う車みたいになっているのが今回のキャプチャー。やっぱりマイナーチェンジなんですよね。そういった特徴だと思います。ただ個人的にびっくりしたのが、キャプチャーってこんなここ傾斜してたっけって思ったんですよね。でもっと私キャプチャーってこうまん丸い SUV みたいな感じのイメージがあったんですよ。でそれが前の顔がこんなにシャープになることによって、よりここのですね傾斜が際立ってクーペ SUV の印象が非常に上がりました。ここは自分的にもびっくりしたポイントなんですけれども、この先は変わってない、ここから後ろは変わってないというところはちょっとチェックしていただけたらなと思います。1箇所だけ変わってるんですけれども、ここですね、このロゴがエスプリアルピーノになりました。このエスプリアルピーノは後期のアルカナから入りましたけれども、本国ではですねどんどんこれが入ってる SUV とかも増えています。ルノーの RS が消滅しまして、ルノーのスポーツブランドは全てアルピーノに変わりました。エスプリアルピーノに変わりました。ということもあってここがですね大きく変わっているんですけれども、
いやね、これね、私 RS も大好きなんですけど、アルピーノもかっこいいんですよ。ちょっと追って紹介していきましょう。実はキャプチャーはですね、欧州で非常に人気のあるモデルです。このモデルになってからもですね、前期モデルは欧州で B セグ SUV の販売ナンバーワンを取ってるぐらい売れてるモデルなんですけれども、このようにですね、ルーフのレールもついていて SUV としてのキャラクターもしっかり際立っています。個人的にはこのラインですね、このラインが本当にキャプチャーらしいし、ルノーらしくてすごく素敵だなと思うところなんですけれども、このフロントのホイールのアーチからですね、リアに向けてショルダーラインをですね、強調するかのようにぷっくりと膨らませているというところがですね、接地感とつながっています。これもフレンチだなと思うんですよね。ここにツヤ黒のパーツを一つ持ってくることによって樹脂なんですけれども高級っていうね、細工もされてます。さあ、それではタイヤとホイールです。これが私がビッグマイナーと思ったところなんですけれども、むしろ顔じゃなくてここに19インチが入ってきました。これによりまして実はですね、サスペンションなども変えているんだそうです。ここから前が変わったんですよね。ですからこのサスペンションも動かせた、ね、セッティングができたということになっているんだそうです。これは私ここまでしばらく走っただけでもちょっとびっくりしたので、試乗編もぜひご覧いただけたら嬉しいです。ちなみにですね、これにはマイルドハイブリッドもありますけれども、そのアルピーノじゃない方のテクノというグレードでは18インチになります。さあ、それではリアビューです。リアビューはですね、先代とあんまり変わってないです。なぜならばやっぱりこれね、マイナーチェンジなので後ろにはやっぱりですね、手を入れられなかったっていうのもあります。新デザイナーがですね、そこはちょっと致し返しだったんじゃないかなと思いますけれども、だからこの次のキャプチャーはですね、新しいデザインになっていくのじゃないかなと思われます。なんですけれども、やっぱり前が新しくなると後ろも新しく見えるという感じですよね。はい、ロゴに関しては流行ですけれどもね、黒いこのレタリングになっておりまして、ロザンジュも結構ダークトーンになっておりますので、ここも少しストリート感というかね、若々しさを感じさせる部分かなと思います。私はルノーの C シェイプ大好きだったんですけれども、だったって言ってね、過去形になっちゃった、ルノーのねこの C シェイプ大好きだったんですけれども、リアには残りましたね。でこのライトもですね、このリアのですねテールゲートのところにまで入り込むような大きなパーツになっておりまして、しかも横から見てもこのようにですね、横にこのストライプにですねライトが見えるようになっておりますので、視認性もいいですし、何よりもとってもかっこいいです。そして今回ですね、 E-TEC ハイブリッドとマイルドハイブリッド、一つだけ違うポイントがあるんですけれども、ここです。ここに E-TEC ハイブリッドと入っているのはフルハイブリッドで、何も入っていないのがマイルドハイブリッドとなります。さあ、それではラゲッジスペース見ていきたいと思います。これがね、広くてこのキャプチャーのすごく大きな特徴なんですけれども、競合に比べてラゲッジルームが結構広いんですよ。フルハイブリッドはバッテリー入ってるんですけども、それでも広いです。ちょっと真っ暗で分かりにくいかもしれないんですけれども、このようにボードがあってですね、入り口とフラットになってます。これすごく使いやすいのと、さらにですね、このボードが下に下ろせるんですが、サブトランクといいますか、この下のスペースもですね、この奥行きが、ね、このルノーのおなじみのエマージェンシーキット入ってますけれども、ここ20センチぐらいあるんですよね。でここも結構ボリュームのあるものをですね入れておくことが可能です。でこれを下に下ろしてさらに広くラゲッジを使うことも可能です。はい、それではインテリアご紹介しましょう。今回ですね、エスプリアルピーヌというグレードがマイルドハイブリッドとそれからフルハイブリッド両方に設定をされております。このエスプリアルピーヌというのはですね、そのさっきもエクステリア編の時にお話ししましたけれども、アルピーヌのエスプリが入りましたということでですね、ルノーの RS スポールね、ルノースポールの代わりに入ってきた新しいスポーツブランドのことです。で、ルノースポールの時はですね、黄色がテーマだったんですけれども、このアルピーノになってからはですねF1 のねおなじみのこのブルーですね、アルピーノブルーとそれからこれグレーのような色がですねアクセントカラーに入っていることが多いです。内張りに関してはここはね割とこうプラスチックでゴリゴリしてるんですけれども、この辺はファブリックになっています。それからこの辺もですね結構樹脂でしっかりとですねこの辺はカジュアル感を感じるようなインテリアになってますね。はい、そしてシートなんですけれども、やっぱルノーはもうシートが本当に素晴らしいです。もうねこの形状が結構ね薄っぺらく感じるじゃないですか。けど本当にねこのシートの形状が割とこう奥行きがあっ
ってもう本当に体が疲れないんですよね。これどのモデルもそうなんですけど、でそれに加えてこのアルピーヌのですねロゴがエンボスで入りまして、それからここファブリックで、この背中のところもファブリックでグリップ感はあります。でこれは織りでねこの模様を表現してるんですけれども、左右にこのレザーが入っています。でこのレザーはリアルレザーじゃなくて、エコレザーね、人工皮革なんですけれども、ここも手触りが非常によく、またリサイクル可能なね素材になっているという感じなんですね。さあそしてこれですよね。このシートベルトもですねアルピーヌカナラになりまして、これがもうつけるたんびに結構ね気持ちが高まるので、このカラーシートベルトねすごく私はお気に入りです。さあそしてですねこの先ほどもちょっとちら見せしましたけれども、アルピーヌスカーフプレートもちゃんと入っていて、ペダルもメタルになっているので非常に質感が高いです。それでは乗ってみたいと思います。さあ、新時代のですねロゴマークになりましたロザンジュがこのようにですね 2D のようになりまして、こうフラットになりましたね。そしてもうメーターがね、こっちもだ。いやエモいんですよ今のルノーってこの指導画面がすごいエモいし、メーターがエモいんですよね。この夜明けみたいな線が入っていて、これをスターターを押しますね。スターターはここにあります。はい、先ほどまではですね E-TEC を撮影していたんですけれども、撮影時間の都合で今回はですねマイルドハイブリッドモデルでこのインテリアを撮影しております。というわけで今ですねエンジンの始動からもうブルンとですねエンジンがかかりましたけれども、始動するとこのようなグラフィックになります。でこの中も非常に美しいんですけれども、ここでですねある程度画面を変えていけます。そのたんびにですねほらすごいね中がキラーンと光ってむちゃくちゃエモーショナルですよね。でここでエイダスを見れたりとか、それから速度を見れたり、これ回転系がねフィーチャーされているような感じになってますけれども、このようにですねいろんな画面を選んでいけるよというような感じですし、この中でもですねまたこのようにですねサイドモニターを変えていけるという新しい新時代のですねモニターになってますね。そうこれは後期のアルカナでもこうなってなかったので、結構ねインターフェースは変わりましたね。でマイセンス、これ走行モードを変えるとですねエコ、コンフォート、スポーツ、ペルソでこれパーソナルですね、これに変わったりとかするというようなねインディビデュアルみたいな感じですかね、お好みモードに変えていけるというのはこれです。このお花のマークみたいなのを入れるとモード変更というかね、これが見えますか、こんな感じで変えていけるという感じなんですね。このお花の模様をね、いるのを大事にしていて、実はこんな感じになっているんですけれども、ライフステージ年齢とかに合わせて乗る車変わっていくよね。でそれをこうフランスらしくですね、人生を花びらに例えてそれを表しているっていうのがこれなんですよね。この図なんですけれども、でこの、キャプチャーはまさにですね冒険、若さを象徴する冒険のようなところに入りまして、で、ここでですね人生の新たなフェーズを切り開いていくみたいなところの車になっていくというような感じなんですよね。それにふさわしい進化もしてきたかなと思います。さあそれからですねこの R リンクっていうですね新世代の新しいですねインターフェースメインディスプレイが入りました。これ実はですね本国ではもっと機能性が高くて、もっとですねコネクト能力の高いものなんですけれども、日本にローカライズされてくる時にですねそういうシステムが一部言語の都合もあって使えないということもありまして、本国ではもっとですね機能が高いっていうのがちょっと毎回残念ではあるんですが、この形の縦型のディスプレイがですね入ったことによってもうぐっと車内が新しく先進的になったっていうのはすごく朗報だと思います。ちなみに今回ですね ADAS もかなり進化しておりまして、機能がですね追加されておりますので、ここも商品としてね値上がりはしましたけれども正しい進化かなと思います。他のメーカーに比べてね値上がり率っていうのがあんまりパッと見るとその前が安すぎたのでだいぶ上がったなっていう感じがするんですけれども、競合に比べるとそんなことないよっていうところもポイントかなとも思います。で、車両の今ねペルソモードになっているのでこんな感じでですね、オリジナルのモードこんなだよとか、例えばこれにするとコンフォートだよ、色も変わります。でエコだよ、色変わります。でスポーツだよ、こんな感じでね、なんかエモくないですかこのね画面がすごく綺麗っていうのもやっぱフレンチらしい個性かなとも思います。でマイドライビングにするとこんな感じでエコスコアが出たりとかもしますし、燃費の消費量がこのように大きく表示されたりとかもしますし、これがね
11時56分からこんだけ乗りましたよっていうのも出てくるので、エコドライブに対して視覚的にですね心がけていけるというところもあると思います。それから運転アシスト、これはですねセーフティー、今回はかなりですねADAS が進化しましたので、ここもですねこのように一つ一つオンオフができるっていうですね、非常に、ユーザーコンシャスなね実はインターフェースなのかなとも思います。でコンフォートに関してはこれはクルージングで車間距離を合わせられますね。あとはパーキングのアシストっていうか、これはねアシストというか、ソナーのオンオフができるよというような感じですね。あとは、Apple CarPlay であったりとか、その Android Auto に接続することもできますし、それがですよ、ここでもちろんコネクトですることもできるんですけれども、Bluetooth 対応になったので、一回設定しておけば車内に乗ったらそのままスマートフォンで普通に勝手に接続してくれるので、ここも便利ですね。そのままオーディオがシームレスに使えたりもします。でこれホーム画面に戻るとこんな感じということでですね、このインターフェースに関しては非常にフレンチらしいですし、かつ使いやすく、かつですね本当にちょっと心にね情感に訴えてくるようなフランスらしいそのインターフェースの作り方をしているので、ここもね実はね注目してほしいポイントでもあるんですよね。私はオーナーだった時にこの画面本当に使いやすかったですし、とっても使っててリッチな気分になれた。決してねこのようにですね割と樹脂がむき出しだったりとかしてめちゃくちゃゴージャスな仕様ではないんですけれども、例えばこの辺に関してはステアリングの内側がですねステッチ3色になっていてトリコロールになっていたりとか、もちろんトリコロールがねここに入っていたりとか、それからこのパネルがですね実はちょっと分かりにくいんですけれどグラデーションになってて、向こうブルーこっちがグレーになってて、ここもドラマチックだったりとかね。でそんないろんな、またねほらアンビエントライトも入ってますね。実はコストをかけずに作り込んでいるというか、そのめちゃめちゃゴージャスではないんだけれども、すごくですね乗ってて気分がいい仕様になっているっていうのが今のルノーのね商品力でもあると思うんですよね。返す返すなんで売れてないのか全然わからないっていう感じなので、欲しい方はですね本当に強く車好きの方は強くお勧めしたいなとも思います。そしてこれです。シフトノブなんですけれども、実はですねこれ上級グレードには既存モデルでも使われてたらしいんですけれども、あまりにも人気すぎてですね一時、その設定されてなかったというものが復活しました。ここも小さなですねシフトで、非常に使いやすく手にも馴染みやすく、かつですねすっきり見える、ね、高さがあんまりないのですっきり見えるといったような利点もあって、とってもスタイリッシュだと思います。とてもフレンチだと思います。ここにも物入れあるんですね。すごい心遣い。さあそしてですねおなじみルノーといえばこの薄型のキーなんですけれども、これもカバンの中にも馴染みやすいですし、ここに置き場所があるのでスタイリッシュです。そしてドリンクホルダーは前後2つですね。今回すごいコンパクトなサイズのエビアン入れてくださってますけれども、普通にサイズ的にはですねこのアジャスターがここについているので、大きなサイズのものも小さなサイズのものも入って、フレンチ意外と気遣いしてくれるやんみたいな感じなんですよね。そして、ここにグローブボックスがあるんですけれども、はい、とってもささやかなサイズのものにはなっておりますけれども、ちょっとしたものは入るかなぐらいの感じです。むしろ何か肘置きみたいな用途の方が使えるかもしれないです。はい、続きましてリアシートいきたいと思います。はい、リアシートこんな感じです。前よりもですねなおのことシンプルですよね。なんですけれども、このキャプチャーの特徴といえばですね意外と中広いなんですよね。でしかも今回やっぱりガジェットコンシャスにもなっていて、このようにですね USB の C に対応しまして、さらにですねそのシガーソケットもついていて、3ゾーンのエアコンもしっかり入っています。センタートンネルこそありますけれどもすごく低いのですごく使いやすいのと、はい、実はですねこのシートこのクラスでは本当に珍しいですけれども、なんとスライドするんですよ。ね、リアシートスライドって結構ないんですよね。このクラスの SUV コンパクト SUV だと B セグですよ。 B セグでしっかりとこのようにシートリクライニングしますし、実はめちゃくちゃ荷室が広くなります。今私の荷物置いてみました。こんな感じ、めっちゃ広くないですか？はい、実際に乗り込んでみるとこんな感じです。ドアがすごい軽い。見てくださいよ、この室内のゆとり。上はね実はそうでもないです。なぜならばそのキャプチャー自体が割と、ルノーの車全体的にそうなんですけれども、割とヒップポジションが高めなんですよね。その分シートの厚さがすごくあって快適性がめちゃめちゃ高い、ね、シートの設計が素晴らしいっていうのはルノーの利点だと思います。で
お尻は高いからちょっと天井のクリアランスはねそんなにないにもかかわらず、膝前の余裕すごくないですか？でシートもですねしっかりとこう座面長があるんですけれども、このサイズも絶妙でちょうどですね膝の裏で収まるサイズになっているっていうのもとっても座りやすいです。シートベルトしてみますとこんな感じになるんですけれども、シートの設計がめちゃくちゃいいんですけれども、ランバー部分をですねこの腰骨のねカーブに合わせてキュッて押してくれるような収まりのいいサイズになっています。本当にルノーって、ここあまり訴求はね自分でしないですけれども、この人間が使うっていうことに対して結構真面目なメーカーじゃないかなって思うんですよね。この良さっていうのが十分感じられるかなと思います。そうか、これだからスライドするからですよ。一番前までするとこんな感じになるんですね。なんか逆にその荷室をすごい広げたい時は前にすることもできるというような感じ。こんなにスライド自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラス。シラさん50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちら新型のルノーのキャプチャーご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか？このエスプリ RP の私個人的にすごく好きです。実はもう一個ご紹介したいものがありますので、こちら追ってご紹介しますが、まずこのキャプチャー走りがすごいので、この次の動画でぜひご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。